皆さんごきげんよう。宮脇宏です。今日はね、許せない過去との向き合い方、重いテーマでしょ。でも今この日本で一番こじらせてるのは、お金より恋愛よりこの許せない記憶なの。親に言われた一言、パートナーの裏切り、いじめられた教室の景色、何年経っても忘れられない。いや忘れなくていいのに勝手に自分を痛めつけてる、その地獄、そろそろ終わりにしましょうよ。まずはっきり申し上げます。あなたが今も恨み続けてる相手、9割法ね、もうあなたのことなんて覚えてないの。元彼もいじめっ子もどうしようもない親も自分のことで精一杯、せいぜいああそんなこともあったっけ程度なのに、あなたは何十年も心の中で再放送して毎晩自分にダメージ与えてる。はっきり言うけれど、それあなたが自分にかけてる呪いです。相手の罪より自分が自分を殴ってる回数の方が多いのよ。そこな商売ね、もうやめなさい。世の中トラウマケアだのカウンセリングだの支援の仕組みがようやく整ってきました。災害で傷ついた子どもたちを専門家がちゃんと支えようとする、とても大切なことです。でも一方で大人の皆さん、自分の心の面倒をプロに丸投げして安心した気分になってないかしら。私は被害者なんだから癒されるべきと。もちろん癒されていいの。でもね、癒す主体は最終的には自分。これを勘違いすると永遠にかわいそうな自分という役しか演じられない。そんな安い役者人生で終わっていいのかしら。私ね、長崎で原爆を経験しました。街も人も焼かれて言葉を失うような地獄、あんなもの許せるはずがない。戦争も差別も何十年経っても許せないは当然です。でもここが大事。許さないと縛られるは別物なの。私が原爆体験にずっと縛られていたら歌も芝居も何もできなかった。憎しみと悲しみを作品という形に変えたから、ようやく自分の人生を生きられた。つまりね、過去は消せない。許さなくてもいい。でも材料にはできるの。あなたの人生の燃料にね。許せない過去に引きずられている人の多くは、あの人を許せないと言いながら本当はそんな目にあった自分を許していないの。親に支配されていた自分、何も言い返せなかった自分、浮気を見抜けなかった自分、いじめから逃げられなかった自分、なんであの時もっと強くなれなかったのと自分を裁き続けてる。ねえ、いい加減にしなさい。あの時のあなたはあれが精一杯だったの。子供が大人に勝てるわけない。職場で弱い立場の人が理不尽な上司に一人で立ち向かえるはずもない。経験も知識も人脈もない状態で完璧な反撃なんてできません。なのに今のあなたが過去の自分に向かってなんであの時って説教してる。それ一番残酷な虐待よ。しかも加害者はこの私本人。笑えないブラックジョークでしょ。だからまずやるべきは相手を許すことではなく、過去の自分によく生き延びたねということ。あなたが今ここでこの動画を見てるということは、あの地獄をくぐり抜けてきたということ。ボロボロでも歪んでいても生き延びた。これは立派な才能です。自分を許すとは自分の尊厳を取り戻すこと。被害者席に座り続けるのをやめて人生の運転席に戻ること。許すってね、なかったことにすることじゃないんです。よく勘違いしてる人がいる。親を許せってことは全部水に流して仲良しごっこをしろってことですかなんて。そんな必要ありません。暴力を振るった親にわざわざ会いに行かなくていい。距離を取っていい。でも心の中でいつまでも許せないと燃やしていると、その炎で焦げるのは自分の心。相手は遠くでのうのうと生きている。その不公平にいつまで付き合うつもりですか。許すというのはもうあなたのことでこれ以上自分を焼きませんという宣言でもあるの。距離は取る。でも恨みは持ち続けない。それが自分を救う大人の決着。そしてね、お互い様という視点を持ちなさいと私はよく言います。これを聞いてひどい親と私がどうしてお互いようなのと怒る人もいる。でもね、人間はみんな誰かを傷つけた加害者でもあるの。あなたも思わから受けたようなことを無意識に自分の子供にやっていないと胸を張って言えますか。恋人や友人に知らず知らずのうちに言葉の刃を突き立てていない自信あるかしら。人は皆誰かの物語の中では悪役を演じています。完璧な被害者なんていない。それを認めるからお互い様が出てくる。お互い様だから全部チャラという意味じゃないの。お互い様だから自分も気をつけようねという戒めなの。最近は
トラウマという言葉が一人歩きして全部親のせい、社会のせい、時代のせいと言い訳する風潮もあります。でもね、過去を全部環境や他人のせいにすると今度は自分の力まで明け渡してしまうの。あなたの人生の主役はあなた。親でも加害者でも元恋人でもないその主役の座を恨んでる相手に渡してどうするの。ビジネスの世界でも自分軸を取り戻すワークだのメンタル研修だのいろいろやってるようです。でもどれだけワークをしても私はかわいそう、私は被害者という肩書きを手放さなければ一歩も動けない。自分軸ってね、もうこのドラマを続けるのは飽きましたと宣言することでもあるの。そこで必要なのは演出家の視点。あなたの人生は安っぽい昼ドラじゃなくてあなた自身が脚本も演出も主役もやる舞台なの。許せない過去は居出しの悲劇的な第一幕。そこで終わらせるのか、それとも第二幕で人物が変わって成長するのか決めるのはあなたの演出力。いつまでもかわいそうな主人公を演じ続けるのはもう飽きたでしょう。そろそろ役を変えなさい。さて、ここで具体的な話を少し。許せない過去と向き合うために現実的にできることをいくつか挙げます。で、一つ目、過去を事件から物語に変えること。あの時何が起きたのか、誰が何を言ったのかだけを書き連ねるといつまでも被害届みたいな記録になる。そうじゃなくて、あの出来事があったから私はこういう価値観を持った、こういう人の痛みが分かるようになったと物語の続きを自分で書き足していくの。悲劇で終わらせないで長い物語の一生にする。それだけで心の立ち位置は変わります。2つ目、今の自分ができる償いを考えること。親に暴力を振るわれた人が自分は子供に絶対手を挙げないと決める。それだけで過去の鎖は一つ断ち切れる。いじめられた人が職場で弱い立場の人を守る側に回る。それも立派な償い。過去の加害者があなたに謝りに来るかどうかなんて賭けにもならない期待です。だったら自分が同じことはしないという選択を積み重ねていく。これは静かだけれど最強の復讐よ。3つ目、距離を取る勇気を持つこと。許すことと仲良しになることは別物です。毒親と物理的に距離を置くのも立派な自立。家族だからといっていつまでも心をズタズタにされ続ける義務なんてありません。許せないけれどもうこれ以上傷つかないために会わない、連絡しない、期待しない。それも英断。自分の命を守るための美しいわがままです。4つ目、プロの助けを道具として使うこと。カウンセリングもトラウマケアのワークも上手に使えば心の整理に役立ちます。ただしカウンセラーに全部お任せではダメ。自分の心を自分で見る練習をするための場所として使うの。心の筋トレね、ジムに通ってもトレーナーが代わりに筋肉つけてくれるわけじゃないでしょ。それと同じ。最後に一番大事な話をします。許せない過去というのはあなたの感受性が高かった証拠でもあるの。鈍い人は大して覚えてもいない。あなたはちゃんと感じてちゃんと傷ついたの。それは本来なら芸術や仕事や人間関係に生かせる大切なセンサーなんです。ところがそのセンサーを過去の一点に向けっぱなしにしてるから人生全体が暗くなってしまう。方向さえ変えれば同じ感受性が誰かを救う力になる。あなたの痛みは誰かの痛みを理解するパスポート。そのパスポートをいつまでも恨みの国への出入国にばかり使わないこと。もう時効です。あの頃のあなたにそろそろ言ってあげなさい。よく頑張ったね。もうあなたは休んでいい。ここからは私が大人として引き継ぐからと。過去を消す必要はありません。消したふりなんてどうせできない。大事なのは過去を材料として自分の美学で料理し直すこと。塩辛いままか苦いままか甘く深い味わいに変えるかはあなた次第です。さあ、いつまで心の中で同じ再放送を流し続けるつもりですか。テレビだって同じドラマばかり流してたらクレームが来るのよ。自分の心にもそろそろ番組改編をしてあげなさい。新しい季節の新しい番組。主演はもちろんあなた自身。過去はもうあなたを支配するための鎖ではありません。あなたが未来を作るためのちょっと苦い教科書。そのぐらいの距離感で涼しい顔をしてこう言ってあげなさい。あれも全部修行とお勉強。ご苦労様。ここからは私の出番よってね。